皆さんこんにちは。こんにちは。僕たちは現在46都道府県の旅を終えて地元宮崎に帰っている途中です。47軒目沖縄県に向かうために帰っている途中なんですけれども、今大阪府まで来ております。大阪に来てからは親戚の家にお邪魔したりとか、 YouTube の先輩であるケンジとあかりさんのお家にもお邪魔して、ゆいちゃんきいちゃんにたくさん癒されてきました。はい、大阪で3日ほどゆっくり過ごして、これからまた再出発ということで、もう時刻は夕方の4時になりました。これから移動を開始いたしますが、遅くまで運転しないようにはしたいと思いますので、目標としては岡山あたりかな、兵庫もしかしたら岡山休憩できるスポットを探してそちらに向かいたいと思います。後半戦でもはい自分たちの寄りたいところ、また食べてみたいところに寄りながら帰っていこうと思いますので、もう惜しむとかじゃなくてゆったりと楽しく見ていただけたら嬉しいです。そうですね、私たちの思い出の地もまた巡りながらということになるので、そういった話もしつつ、とりあえずゆるく帰りたいと思います。それでは今回もよろしくお願いします。もう世の中はだいぶ暗くなり始めている最中ですので、ちょっと岡山までやっぱり無理かなと思ってます。もう力がないよね、多分。赤ちゃん抱っこさせてもらいただいてたので、赤ちゃんの香りがすごくずっとする。赤ちゃんの香りっていい香りね。年末から年始にかけて友達の赤ちゃん抱っこしたりとかしてきたから、そこへんの癒され具合はすごくあるよね。赤ちゃんに囲まれるの幸せだよね。しかも生まれたてから約1歳児かな、それぐらいの赤ちゃんをたくさん抱っこできた新年早々だった。そうやね。お店でも抱っこさせてもらったね。コーヒー屋さんでも抱っこさせてもらった。そうやったね。水俣コーヒーでもそうやったしね。赤ちゃんっていいよね、ほんと飽きない。ずっと見てられるし、ずっと関わっていたいって思っちゃう。人の子でもめちゃめちゃ愛せるんじゃないかって思うもんね。赤ちゃんを実際に抱っこする機会が増えてより思った。今までこうただベビーカーとかにこう乗せて歩いてるだけだと、可愛いけど、可愛いねやったし、赤ちゃんを一度抱っこしちゃうと全ての赤ちゃんが可愛く見えるよね。そうね。俺はもう最初からそこはりょうくんはね、りょうくんは生粋の赤ちゃん好きやね。なんでそんな赤ちゃん好きなの？だってもう可愛いじゃん。りょうくんは自分の弟も溺愛するぐらいやっぱ下の子が好きやもんね。ちっちゃい頃の話やろ。今溺愛してたらやばい。3歳児なりに1歳の弟とか可愛かったんやろの記憶がある。すごいね。3歳で自分の弟って可愛いっていうの分からんからさ。私は末っ子だから。自分の弟は3枚目の可愛いだったから。なんでそんなこと言うの？美形の可愛いとかじゃなくて3枚目可愛いの弟だったからぽちゃってして、ごめんよ弟、そんなこと言ってしまったけどそう思ってるんだ。そう思ってるんだなんだそうは思ってないんだよじゃなくて、そう思ってるんだ。今日夜ご飯は親戚のところでもらったものがあるんですけど、それと視聴者さんにいただいたお野菜もありまして、いただき物がたくさん今車内にありますから、ありがたすぎるね。それを食べるのありかなって思って、兵庫県の神戸市に入っています。目の前に高潮大橋が見えてまいりました。私が運転しています。マミが運転すると道間違えてしょうがないんです。逆に隣でずっと携帯いじくってて全然道案内してくれないんです。そうやって言うけどさ、いつも自分もそうだし、俺はさ今調べ物をしてるんだから、そういうこと言ったらダメでしょ。私はそうじゃない。私はただ外をぼーっと見ているだけです。ダメじゃん。なんとか運転はできていますけれども、兵庫県の夜景を見るのはかなり久しぶりなので、綺麗だなという新鮮な気持ちで走ってます。現在僕たちは兵庫県の姫路市を走ってます。2号線に入りました、お腹も空いてきたので、パーキングエリアが見えてきたらもうそこで今日は休憩にしたいと思います。こちらの姫路のパーキングエリアで今日は休憩します。これ降りてもうファミマあるじゃん。ファミマと丸亀とかあるんだね。お疲れ様でした。移動はそんなにしてないけど、今日の夜ご飯は浜焼き安兵衛の焼きサバ寿司です。よかん。よかん。
ただき物ですがめっちゃ美味しかった。こちらを日本酒と食べたいね。親戚の家に行った時に福井県の敦賀の焼きそば寿司を食べさせてもらったんですけど、もううまいね。これめっちゃ美味しい。開けてみましょう。いただきまいす。ただきます。これびっくりするぐらい焼きそばが分厚くて、周りにとろろ昆布が巻いてあってっていうので、もう美味しすぎて笑いが止まらないぐらい美味しかった。笑ってなかったよ別に食べてる時。いただきます。しめ鯖寿司ももちろん美味しいんだけど、それとは正直比にならないぐらい焼きそば寿司の方が美味しい。生姜が少しサバの下にあるのがまたいい。福井に行った時にサバは食べてなくて、へしこしか食べてないからね。サバに関してはへしこを食べたけど、サバがうますぎることを今回教えていただいた。なんでそこまでしといてこれしないの？やってくれるかなって思って。ありがとうね。いつも助かるね。適当なこと思った。ありがとうおじいちゃん。孫のためになら何でもできるでしょう、おじいちゃん。孫じゃないから無理かな。思い込みって大事。ごめんけど孫じゃないから無理。思い込みって大事だよ。思い込んでみて。なんだかいっぱいいろんなことやってあげたくなってきた。これはなんだ、この気持ちは何なんだ。孫じゃなかったから間違えた。孫じゃなくても妻でしょ。やってくれよ。終わりにあなたの枕を準備して差し上げますね。どうぞこちらへ。じゃあおやすみ。おやすみ。嬉しい。あー寝たかった今日はもう。おやすみ。If I was a millionaire, would it really make us happy? If our house had rooms to spare, would we sleep this close? And if we slept all through the night, never worrying about the budget, would we still stay up all night, talk to see? おはようございます。おはようございます。何日目の朝ですか？もう何日目かは分かんないです。本日は山口県まで移動できたらいいなと思っています。お、山口県まで行きますか？入りますか？行かないですか？入れそうですか？入れると俺は思っているんですが、今日はお風呂も入んなきゃよ。今日快活でいいよね。うん、だからまあそこはまあ気持ち次第ですけど、したいですね。今日八作大福食べれたらなーって思っていて調べたんですけど、月火がその八作屋が休みっていうところなので、他のお店でも買うことができないと。そう、八作屋さんの大福が買えないんだよね。だから一応八作大福ってものはありそうなお店は見つけたんですけど、私たちが虜になった八作屋の大福はちょっと食べられないと。月火休みってことは明日まで食べられないので、残念ながら諦めることとなりました。岡山県の俺は結構それが印象に残ってるんですけど、バナナカステラを食べたいと思います。I think we're gonna be rich. Time and love. 途中取ったんだけど、大阪屋ってところのホルモンうどんを食べたいなとも思ってたんですけど、今日の夜ご飯はもう車内で積み込みっていう風にもう決めてるので、そう、昨日食べる予定だったけど食べなかったから、うん、そっちにしようと思ったらもつもつになっちゃうなと。焼きたてのバナナカステラ俺忘れられないんだよね。気に入ってたもんね。美味しいもんね。2号線降りたらすぐあるからすごくありがたい。そうね。焼きたてお菓子直売所、福岡製菓所。お、入ってる入ってる。無事に買ってきました。はい、焼きたてです。1本なんと60円でした。あとは50本限定のチョコクリームが2本。あ、これおまけ？3本。おまけだこれ。
おまけ入れてくれてるね、いただきます。うんやっぱうまい。サクふわで、うん中のバナナのクリームが熱々。うんめっちゃやってたからな。うん。うまっ。なんか近くにあったとか小学生だったらもう帰りに買って帰りたいね、小学生だったら。今帰りに買って帰ったら怒られるよ。そうなんだ。そりゃそうだよ。でもやってなかったわ。うん帰って駄菓子屋さんに行ってたわ。うん。コーヒーにも合いますな。生地が優しい甘さだからね、うんそんなにくどくなくてすごいパクッと食べられちゃうカステラ。クリーム。チョコ好きでしょ。うん大好き。冷えるとしっとりもちっとなる感じですね。うん。これおすすめです。焼きたて食べてみてほしい。このまま2号線を走っていって次は広島に向かいます。えらい雲が出てきたね。ねえ曇り出した。なんかちょうど寒波が来る時だったんですよね、この2月の初めの週は。久々の尾道にやってきました。久々ですね。尾道ラーメンを食べることにしました。はい。尾道観光はしっかりやったことがあって、日本一周より前に一度しっかり観光しに行って、うんその時にも尾道ラーメンは食べたことがあったんですけど、あまり印象的にめっちゃ美味しいってならなかった覚えがあったので、日本一周をしてまた改めて尾道ラーメンを食べてみようではないかということになりました。多分あの時はね、こう油が浮いてるとかこう脂っこいとかがお互いそんなに好きではなかったからかもしれないけど、そうだね。ただあっさりが好きだっただけな気がする。おそらく舌が変わってるし超えてるから美味しく食べられるのではないかなと思います。日本一周でラーメンがこんなに好きになるとは思わなかったわ。本当に。美味しいラーメン食べ過ぎてるから。前はこのお店に来たんだっけ、この左の。あーなんかそんな、スタッフ時来た気がする。これか。これ駐車場あるね、ちゃんとピーって書いて一番館って読むかな。一番館止められないよこんなの。なんか裏にもあります。書いてたけど。 1台だけだったら止められるからいけるのか。いただきます。いただきます。醤油で背脂が浮いてるっていうのはやっぱり変わらないよね。麺はこんな細かったかしら。いや美味しい。すごく食感のある背脂を。でも全然脂っこくないじゃん。あっさりだね。太めのちょっと縮れた麺。やっぱ太麺が好きなのは変わらないから美味しい。細さがまたちょっと絶妙。博多ラーメンほど細くないんだな。今回シェアしようってことで店長おすすめのやつ。ネギももらおう。うわ角肉でうま。トロトロ。めっちゃ分厚い。背脂がほんとなんかプリッてしてて、でも全然脂っこくない。美味しいじゃないか。美味しいじゃないか。なんか自分たちのこの分厚い角煮がすごく食べ応え。価格も割とリーズナブルだったね。ちょっと普通のラーメン780円で安い感じ。ちょうどいいぐらいの量が入ってるし。ここの俺好きだった。美味しい。外国人も結構来るんだろうね。メニューが英語とかいろいろあるし。で大体尾道ってさ駐車場がないところが多かったけど、ここはまあちっちゃいけど駐車場もあるから、よかった。ごちそうさまでした。尾道ラーメンを思った以上に美味しく食べることができて大満足です。学生さんがたくさん来てたね。もう学校帰りの学生さんがもう本当に何席もいたね。東広島市の海月クラブに着きました。ありがとうございます。気持ちよかったですか？できればこのままあと1時間ほ見たかった。ど眠りたいところですってぐらい気持ちよかったです。4時前ですね。今着きました。
快活クラブをこれまで回ってきての、うん自分たちの芝のテクニックとしては、夜じゃなくて夕方に入るのが一番いい。そう夜はねやっぱみんなお風呂に入ってるんですよ、ここ使ってる人たちが。だから3時とか4時とかそこら辺がいい。もう30分でいかにどう入るかっていうところが勝負なので1時間なく入れるようにするにはそれがいいっていうのと、フィット24と一緒になってるとこやったら男女別になってることが大体多いので、シャワールームがね、今回もそういうところを選びました。ありがとうございます。ちょっとね今日りょうくんしか運転してないけど大丈夫？そんな言いながら自分平気で寝てるいや眠いなって思ったら寝るよ。りょうくんだって寝るじゃない。やん。いやりょうくんは寝てないよって言いながら寝てるんだもん。私は何も言わず寝てるけど、うわー言い訳してりょうくんるよ。まはたそうやって寝てたよって言ったら寝てないよって言いながら寝てんだよ。もう雨の運転じゃ俺安心して寝れないよとか言ってるけど結構ちゃんと寝てる時もあるんだよ。1時間ぐらい普通に運転したんだけどって時もあるよ。そうか。あるあるなんです。実はこちらのパーキングエリア佐潟で休憩したいと思います。はい、お世話になります。うわ、ここはローソンがあるんだ。思ったよりこじんまりとしたパーキングだった。そうなります。暑い。 Do you mind if I sing to you? I was told it's the best thing to do, to keep me running through your mind, wasting all your time, wondering where I am. Do you mind if I place your name in between words that I can't quite say? It's been romantic rides, and you'll start seeing signs that point. 今回は群馬県の長井食堂のもつ煮込みです。といただいたお野菜を入れて、ネギも添えてアレンジしました。こちらもいただき物ですが、桜ビールとサントリーのプレモル、とりあえずそっちに持って。はい。それでは乾乾杯。杯。美味しい。めっちゃ美味しい。これ札幌か。味が全然違う。美味しい、どっちも。いいよ、好どっちも美味しいきな方を選んでくれ。どっちも美味しいからもうちょっと飲もうかね。記憶に割と新しいからこの美味しさを知っているからな。お家でもそのものの味が再現できるのはありがたいね。やっぱりもつがいっぱい入ってるね。すごいね、豚もつ。おお、あのままの味だ。こんにゃくと豚のもつが入ってて、タレもたっぷり入ってるから。もう今回全部いただき物で多分昨日寝るもやけど。ほんといただき物やっぱり。ありがたい。美味しい。もつ煮しょ。ご飯が。これすごいいいよね。ネットで買えるっていうところがさ、ただお店に行かなくても。これは買った方がいいと思うよ。特にもつ煮込みとか好きな人、お店が近くにないとかね、めっちゃ入ってるし安いし。いや本当にこれ柔らかくて口飲めるに残らないよね。そう、口に残らない。うわ、うま。ご飯進む。最高です。こうやってスイちゃんの中で晩酌するのもなくなっていくんやな。まあ旅が終わってもね、ちょこちょこキャンプは行きたいし、車中泊でどっか出かけたりとかはしたいけど、どうなるんやろ。車中泊においてこのストーブのお鍋はめっちゃ重宝できると思った。炒め物も深さがあるからやりやすいし、鍋はもちろん家でも使えるし、家に持ってる人もちょっと重いけど持ってくるとすぐその時短で調理できるから車中泊にもおすすめやね。よかったね。Stay the best song singer that you never heard. おはようございます。 Good morning everyone. My name is Ami. How's the weather today? It's snowy. Snowy. Snowy? or cloudy? Cloudy. 粉雪。昨日の夜から雪がちらほらしておりましたので、寒かったは寒かったんですが、今日の朝もちらちらと雪が舞っております。今3度らしいです。では今日も2号線を中心に山口県
福岡県まで行っておくかな。ところどころでお会いしたい方もいらっしゃるので、はい。もうここから1日では帰れそうなんですけど、そうねあと1泊はして帰ろうと思います。Oh, I can see the picture. My dad and a bottle of liquor. Left home that December. Been years, but I still remember. Pack my bags, get my ghost. Just when I was losing hope, I saw you standing there on the street. 下関までやってきました。はい。こちらでガソリンを満タンにして再出発します。ここが一番安いんじゃないかなって思ってるんですが、と比べてもやっぱ8円9円近く安かったです。うん一体150円で入れることができました。関門海峡に差し渡るところです。九州に上陸します。途中雪がすごかったんだけど、下関市街地の方はやっぱ雲も晴れて今のところ大丈夫なんだけど、福岡に入ったらちょっと分かんないので気をつけながら運転していきます。電話ここで網と変わりました。はい。 160円になります。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。4年の開始になります。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。では入ります。いざ長い本州の旅もこれで終わりです。入門。今九州帰ってきました。上陸いたしましたが福岡雪です。いいですね。今日の目的としてはい。天ぷらの平尾を食べたいっていう思いがありますので、福岡市の方に向かって一旦移動したいと思ってます。天ぷらの平尾は前回帰る時に食べたかったけど時間的に間に合わなくて食べられなかったんだよね。だから今回は絶対食べようと思って食べに行きます。もうお腹空いてるんですけどね。福岡市までやってきました。福岡空港のすぐそばにある天ぷらの平尾本店がもうすぐ揚げたての天ぷらが各カウンターに届くみたいな感じです。楽しみやわ。お、池も入れたやよ。ってなくない？やってない。今日休みじゃん。いや休みなの今日。ー、あれ10時からって書いてあったのにな。10時半からって書いて他のて。店舗も休みかな、じゃあ。そうなの？またまた。またまこういうことばっかりじゃん、またね。そんな無事に夫を天ぷらの平尾まで届けましたって言おうと思ってたところだったな。後ろから人来た。この人もやってないじゃんって思ってるとこ。ピンポンパンパン。来店の寺田良生くん、残念なお知らせがあります。天ぷらの平尾全店舗本日臨時休業でございます。速やかに体感ください。もうとりあえず早く隣の牧野戸に行こう。もういいんだ。お腹が空いた。もうお腹すいたお腹すいた。今日だけ臨時休業なんやな。最悪やな。不定休なんだよね、ここは。不定休だから、やっぱまあ情報を見ておきましょうという感じです。ホームページ見たらいいことみたい見たね。もうホームページまでそんないちいちね、もうって思うんですけど、まあ自分が悪いでしょう。なえたね。激なえ。時代だね。うちら天ぷらの平を食べられないんや。もう結構入ってくるんだよね。入ってきて出ていくみたいな。すぐお隣の牧野うどんさんに寄りましょう。はい。牧野うどん、やわやわのおうどんです。中は撮影できませんでしたので自分たちだけで食べてきました。はい、久しぶりの牧野うどん。こんなにやわかったっけっていうぐらいやわかったです。かなり衝撃的だった宮崎のうどんも柔らかいけど、やわめ選んだらここまで柔らかいのかっていう、前回は中とやわだったかな。それもちょっと忘れるぐらい結構前の話なんですけど、溶けちゃうんじゃないかってぐらいのふやけ加減で美味しかったよね。お腹いっぱいになったお腹にめちゃめちゃたまるし、優しい出汁の味なので、子供からお年寄りまで皆さんに愛される味だと思います。本日はまた福岡の方で人に会う予定がありますので、明日宮崎に帰り着くように行きたいと思います。と雪がすごくて山越えとかも心配なので、どうなるかわからないんですけど、明日また帰れる道を見たりとか調べたりして安全に帰れるようにしたいと思います。はい。
熊本県が大雪警報が出ていて、うん。ご覧の通り、太宰府あたりはこんなに雪が降っています。大分うんを通って宮崎に行くルートなので、ちょっと心配なとこではあります。山は怖いよね。いやーね、怖い。安全運転で行きましょう。無事に私を届けてください。はい、責任も言われるようになったのか、この1週間近くで。無事に妻を家へ届けます。お願いします。目指せ、辛麺屋松本。松本食べて帰れたらいいね。いいね。大分県日田までやってきました。一旦道の駅で休憩します。はい。草の上には雪が残ってるけど。道路上には残ってはないね。うお疲れ様でした。長お疲れ様々と。ん。うん。ここで梅の買います？梅の梅酒の梅？梅酒につけた梅。あ、いいね。買って帰るか。買っていくか。難しいな。ここもね、必ず通ると言ってもいいぐらい通るから。結構ここ使うよね、俺ここはたちは。使う。お土産もいっぱい売ってるからおすすめです。うん。送付連っていうお店もあるんですけど、日田の焼きそばも食べられますよ。特に梅のソフトクリームなどもありましておすすめです。そうだね。あともう一つ言うなら、進撃の巨人もし好きな方はこちらで展示コーナーもありますので無料で見られます。楽しいよね。おすすめです。作画がいっぱい置いてあるよね。道の駅でちゃんと買ってきました。梅酒漬け400円。 400円めちゃめちゃ売ってあるから、もう売り切れることないんじゃないかってぐらいいっぱいある。と丸梅干しです。はい。梅干しも買って。もう今食べたいな。梅干しも食べたい？食べていいよ。食べていいの？うん。パンと美味一緒じゃなくてしいよ。絶対。あ、口水がめっちゃ出てくる。あー美味しそう。めっちゃ1個半ふっくら分。しようん。1個半分でしょ。う。どうぞ先に。後がいいの。でもなかったら。うわうわ。ー。ダメだ。うわ。めっちゃふっくらしてるよね。うん南高梅だからめちゃめちゃでかいの。一個一個。すごい実が。ねえ、うわいい香り。すっぺー。うめえ。もうめっちゃいいよ。はい、一口で入れちゃって。うん。こんな美味しかったっけ？超肉厚ですね。うめえ。うん。めっちゃ肉厚。美味しい。あ、でも甘いね。なんか梅干しの甘さが。甘みもあるね。うん。ちょっと雪がまたちらほらはしだしたんですが、うん。どうでしょうね。こういった周りで買える？そうだね。あそこ通れるのかな。でも絶対すごいと思うんだよね。高千穂自体が別にその大雪とかこんな感じじゃなくても、普通に昼間でもかき分けてあるところあるじゃん。うんうん。道路情報を見たときに、今のとこは大丈夫そうではある。とりあえず小国の方行ってみる？小国の山が一番大変なんじゃないかな。もう板方面周りで行こうよ。大分周りで行くか。うん、大分は特に何も書いてない。じゃあ大分周りで安全に帰りましょう。それでは運転手交代いたしまして、私が夫を宮崎まで届けます。そこまで行かなくていいから途中で変わりましょう。2人で協議した結果ですが、少し大分周りで帰ろうと思います。オールシーズンタイヤでなんとかなるぐらいの雪は避けていくような気持ちで行きたいと思います。はい。あと普通通り行けば3時間から4時間ぐらいで実家の方には着くと思います。頑張りましょう。頑張りましょう。熊本県の小国町に入りました。この辺が杖立温泉の近くです。はい。まさに杖立温泉です。ミルクロード大津方面通行止め。ああ、やっぱそうなの。やっぱ熊本周りだと無理だね。無理だね。雪とはほぼ無縁の場所で生活してきてたから、いろいろ回るとやっぱり雪に遭遇することはあるんだなって思うよね。帰る時にそんながっつり寒波に遭遇するとは思ってなかったけど。思ってなかった。九州だからって若干安心してたところもあったりはしたからね。大分県九十まで来ました。はい。マイナス5度。雪が右側すごい。すごいね。その除雪してくださってるから道は大丈夫そうですけど、こんな銀世界みたいな景色を見れるとは思ってなかったからすごい綺麗。九十が大丈夫だったらあとはきっと大丈夫だと思うので、そうね、
日があるうちに帰れたのは良かったなと思います。ね、九条はかなり標高が高いからやっぱこうなってるのは当然のことだと思うし、乗り越えられたら一安心という感じですね。俺たちが日本一周前によく来ていた九十、そしてこのキャンプ場も来たことがありますが雪景色です。九十高原ホテルもすごく雪になるんだね。ねえ、温泉500円入り放題今もやってるみたいだから今もやってんの？書いてたよ。途中ですごいね。ああまた来たいな。いいよね、ここほんと入り放題だから。キャンプ場からちょっと歩かなきゃいけないけど、入り放題とかマジで最高よ。もう少し行くと九州のふもとっぱらキャンプ場と言われるボイボイキャンプ場でしょ。ボイボイキャンプ場もあったりするので、この辺のキャンプすごくおすすめです。そう景色が好きな方はここら辺のキャンプ場がおすすめです。運転変わりまして、はい、いよいよ妻を安全に松本へ届ける時がやってきました。あれ目的変わってない。松本に届けるに変わっちゃった、はい、もう少し行ったらもう大分県の三重っていうところですので、今この辺走ってる時点で僕らにとっては庭というような感じですね。はい、狭い庭ですが皆さんを庭にお連れした感覚で走っていきたいと思います。俺らの庭と言っていいでしょう。9時を過ぎてからは雪は全くなくて全然大丈夫だったので安心しました。九州の2月はこんなに日が長くなってるのかなってぐらいまだ太陽が5時半の段階でまだ沈んでません。6時過ぎぐらいまでなってんのかな。すごいね。久しぶりの九州だからいろいろと感覚がね、うん懐かしいなと思うところが多いですけど。延岡市、宮崎県延岡市北川町というところに来たので、もう宮崎県です。はい、宮崎県に帰ってきました。なんだか5月以来だから半年以上ぶりになりますか。宮崎ナンバーがとても新鮮に感じるぐらいね。宮崎ナンバー県外ナンバーが当たり前だったから、すごい逆に新鮮な気持ちで帰ってきたね。帰ってきたね。延岡市までやってきました。はい、まもなく僕らの愛する松本に着きます。りょうくんがね、ここに来てなんだけど空いてるかなとか言い出すからめっちゃ不安なのよ今。事前に調べずに来ましたけど、もしダメだったら小倉に行きましょう。今ああ、そのパターンもありだ。よかったね。やってる。やってました。よかったね。ここで目的地というか実家ではないですけど、ここは最終目的地に到着しました。はい、こちらが知ってる一番美味しいと思う宮崎辛麺松本のナンバーワンです。はい。辛麺ですが、今もう何種類も出ているようで、初めて見るのもあるな、この辺伸びてるビヨーンってなってる。でも味噌辛麺っていうのも美味しいんですけど、自分たちがやっぱり一番食べるのは元祖辛麺で、次におすすめはトマト辛麺やね。どれも美味しいけど、辛さが苦手な人はこの酸味が感じられるトマト辛麺、美味しい。すごいおすすめ。3番目に味噌かな。で今回は元祖辛麺にします。どうぞ、あなたのいつもの定番を。で僕は少しでも量を食べれるようにレディースにして、5辛までが辛さの料金変わらないので5辛が基本です。僕らはマックスにどれまで行くんだっけ。30辛。これ食べれる人すごすぎるぐらい。辛いのが好きな私たちが一番食べれるのが5辛で、なんか普通ぐらいは3辛がちょうどいいくらいかな。うちらにはちょっと物足りないからいつも5辛だね。で5辛を超えると料金が上がっちゃうので5辛にしてます。こんにゃく麺、縮れ麺、中華麺、うどんってあるんですけど、大体これちょっとこんにゃく麺っぽいやつ、これほんと中華麺、でもうこれがやっぱり美味しいのでこれにします。この辺は足さずにもうお持ち帰りもできます。サイドメニューもちょいちょいあって、お子様メニューもあって、軟骨は結構おすすめです。注文します。それで注文。
ただきます。いただきます。酢醤油みたいな味なんだけど、からしは全然辛くなくて、こんな感じですごくほろって溶ける、中に柔らかい軟骨が入ってる豚軟骨です。これ美味しいよな。美味しい。じゃあトロトロ、臭みとかも全然なくて、定番サイドメニューっていうのかな。これが宮崎で過ごしてた記憶がめっちゃブワーって蘇るぐらい、めっちゃこの味やってなった今。ニンニクがめっちゃゴロゴロ入ってて、店舗によっては丸ごと入ってたりするとこもあったりねするんだけど、基本刻みニンニク、大きめのニンニクがゴロゴロ入ってる。そうだね。ニラ、卵、ひき肉が上に乗っかってて、僕ら的にこの昭和町が一番美味しいかっていうと、醤油ベースのスープなんですけど、しっかり出汁の味がする。お醤油のね味がしっかりする。これ肉麺も長すぎず吸いやすい。そうよね。あんま吸いすぎるとむせるから気をつけなきゃだけど、担々麺じゃないんですよね。辛麺は辛麺って感じ。他と一緒のものがね、めっちゃ辛いの頼んだりしたら絶対美味しくないと思うから、3から5からぐらいがちょうどいいと思う。もちろん辛さなしもできるから、なしでも食べてみたいかもしれん。どんな味なんだろう、辛さなかったら。なぜ僕がレディースを頼んだかと言いますと、替え玉のこれレギュラー普通サイズを頼みまして、どうしてもね大学生の時替え玉したいと、ただレギュラーサイズの普通サイズ頼んで注文すると値段が上がっちゃうっていうのと、いかに多く食べて安く済ませるかっていうのを友達と相談した結果、スープの量を減らしても美味しさは変わらないから、レディース辛麺を注文したら多く食べられる上にしかも安く済むという大学生の頃にやりだした方法を僕は毎回やります。でこれで中華麺頼んだりもできるし、他のメニューも挑戦できるから。確かに。ごちそうさまでした。もうスープは絶対半分以上、もう3分の2は飲んじゃうくらい。スープも美味しくて、具もたくさん入ってて、このこんにゃく麺も美味しくて最高でした。ということで、僕たちは無事に46都道府県を終えて、今回宮崎県まで帰ってくることができました。お疲れ様でした。ありがとうスイちゃん。まずはスイちゃんにありがとう。最終2人で過ごしてる様子は普通になかったんですけど、寝る時にもありがとうスイちゃん、起きた時にもありがとうスイちゃんって言いながら、布団にもお礼言ったもん。今まで温めてくれてありがとうって思いながら最終日のお布団にもお礼を言って、そしてお疲れ様でした。ここまで無事着きましたね、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事ここまで安全運転で健康に一旦走り終えることができたので、家に帰るまでがはい日本一周というふうに言われてますので、遠足じゃないけどね、はい、気を抜かずに、うん無事に帰れるようにしたいと思います。家族も待ってますのでね。はい、それぞれの実家に挨拶に行ったりとか、お土産渡したりとかして、もう本当に数日後には沖縄に出発するので準備を整えて出発したいと思います。ということで動画も次から沖縄県に出発ということになります、今まで以上にゆっくりと宮崎県に向けて帰ってきたんですけども、ところどころでお会いしたい方々に、いつも応援してくださってる視聴者さんとか、友達とか、本当いろんな方に会いながら最後の下道旅になりました。今回無事帰ってまた沖縄旅を最後全力で楽しみたいと思います、はい、それでは今回の動画はここまでです。まずはこれまでの旅を応援してくださった方、見守ってくださった方々、北海道、本州、四国、九州の皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。最後まで見ていただけたら嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。ありがとうございました。手洗い洗車できなくてごめんよスイちゃん。でも綺麗になってくれ。綺麗になろう。今までありがとう。お前も綺麗になれよ。私もじゃあ外で現れてきていい？超綺麗になりました。ピカピカです。綺麗になりました。ありがとうスイちゃん。これからもよろしく。口についてますよ。めっちゃうまかったね。うまかった。口についてますよ。
いいして。あ、ついてない。あ、唐辛子ついてますよ。絶対唐辛子つくよね。